今までの中ではい、初めて、はい。ちゃんとその内面のした一世を理解する女性が出てきてるはずなんですよ。はい。僕に実はそ見せてたこにいるんですけど。あ、そうなんですか。はい。当然今まであなたの中に入り込んでうん遊んでたそのはレーレンのいいじゃないですか。はい。今、タロットある？ちょっと持ってきて。ちょっとやってみる？はいはいぜひこれ投げてください。いいですか？はい。はい。ハルさんがすごすぎてびっくりしてます。今後、伊勢君に大事なのは、はい。乱れないことですよね。そうですね。そうしたいです。で、フラッシュバックするっていうのも、うん煽りでもあるし、ね当然今まであなたの中に入り込んでうん遊んでたそのはレーレンのいいじゃないですか。はい。ああいう人たちをもう、遠ざけていくためには、うん今一緒にいるパートナー、はい。この人の話をよく聞いた方がいいですね。はいたまにイラッとする時もあるわけですよ、やっぱり。はい。そういう人がいると。はい。でもそのイラッとする瞬間が煽られてると思った方がいいと思います。なぜかというと、時間経ったらわかるんですよ。何度イラッとしたんだろうとか、はい。あれって本当に俺のこと考えて言ってくれてるのに、俺ちょっとあの時イラッとしたってない？あります。ほぼそうだと思うんですよ。よくあります。それっていうのは振り返った時にそうっていうのは、はい自分じゃなかったわけですよ。うん。明らかに惑わされてはい。いる時に彼女が気がついて、はい。いや、そうじゃないよ。うんもう緊急事態だからうん強く言われてるんですよ。そしたら今までの性格上だったら何倍もの力で跳ね返すんですよ。はい。ふざけんな。バーンと、バはーンと。い。してました。で、これがバンとショットすると、はい。あなたにも強い女性だから、うんバンとさせないんですよ。バンと来たらバンと行くじゃないですか、女性って。はい。バンと来たらうまく流すんですよ、ここれが上手い人が出てきてるんです。例えば、マネージャーとしても非常に、あ、マネージャーさんやられてるんですか？そうなんです。ああ、なるほど。来年の、そうですね、春頃、2月か3月、まあ1月かもしれないんですけど、このめどに、まあ2人でエージェントを立ち上げて、それで、3月ですよね。3月にやるって言ってますよ。あ、 3月って言ってますよ。問題だったらカットしてくださいね。3月って言ってるんで、はい3月にのつもりでした。はい。はい。決まってます。はいで、やるじゃないですか。はい、やります。それでエージェントして。芸能プロダクションどっかに所属することではなく、パートナーシップとか、そういったことを。それは7月にきれいに固まります。わかりました。はい。だから3月に立ち上げをして、はいそこから自分で営業するじゃないですか。はい。その時にパーッと乗っかっていくとかいっぱいあるんですけど、はい。一回ちょっと冷ました方がいいですね。きわれいに固まるのは7月って言ってます。かりました。もちろん仕事は全然進んでいきますけど、はい。ガツッとやっぱりきれいに契約しないといけなくなるじゃないですか。はいそれは多分7月ぐらいがいいですね。前回のはい YouTube の時にはい僕が予言したことがあったじゃないですか。覚えてます？来年以降の運勢。はい。はい。僕なんて言ってました？全盛期か、その8割ぐらい売れるよとはい。言ってくださいました。訂正していいですか？はい。 9割から12割ぐらいいきます。まあ多分自分で風を感じてると思います。これがいわゆるパラレルなんですよ。僕が8割と言ったのはあの時点で見えた8割だったじゃないですか。はい。であなたはそれ信じたんですよ。はい。信じてくれた。はい。で、日頃よりも頑張ったんですよ。日頃よりもパニックが起きても、はい多分僕の言葉を信じて抑えてくれたと思うんですよ。はい。そのことによって運が変わってますよね。ありがとうございます。で、9割、いや、12割はい。ぐらいの今勢いが来てるんで、はい。多分これは変な話ですけど、うんじゃあ12割行った方がいい。9割で止めた方がいいじゃなくて、うんあなたがどこで止めるかの問題だと思います。うん12割まで行っちゃったら、はい忙しすぎて今度は。なるほど。っていう今空気になってきてます。はい。だから、いやどうするって言ってた人たちが、うんいや、使おうよと。今でやってこないと、うんもう取れなくなっちゃうよっていう空気になってきたので、はいおそらくいろんな人たちが寄ってくると思うんですよ。はい。その中で自分が、いや、ここまでだ。うんっていうふうに、今で決めておいた方がパートナーとね、はい。いいと思います。わかりました。ただ同時進行で、はい。一番最初に話をしたそのスピリチュアルの部分の、はい。自分の使命感をはい具体的にしていく。それが、はなんていうか、世の中に誤解をされないように、そうですね。ちゃんと、新しい座組で考えた方がいいですよね。うん。うん。それがヨーロッパチックだったりとか、
まずヨーロッパのこうスピリチュアル、西洋のスピリチュアル、もう一度学び直してみます。それがいいです。はい。で、僕は30年やらさせていただいて、その中で何十万っていう人をセッションさせていただいたんですけども、はい、思うのは、僕自身が、僕の力もありますよ。ありますけども、人を変えられたことはないと思ってるんですよ。みんな助かったとか、僕のおかげで良かったっていう人はいっぱいいますよ。はい、でも僕ではないと思ってます。ってことは自分がその人を変えようと思って頑張った時期もあるってことですよ。でも全部それは失敗に終わってます。で、良い形にはならなかったです。で、55ですけど今年55だと思うのは、変える必要はない。けど、自分は客観的に見て、相手の守護霊さんの話も聞いて、こういう方向に来てるってことを聞いたら、それを伝えつつも、相手の考え方を尊重し、客観的なアドバイスと、きっかけまでが仕事なのかなっていうのは僕は思ってる。この日本ではね。ニューヨークではもっと具体的になります。向こうは、ある意味、お医者さんよりも、僕らのような霊能者の方が、位は高いです。ミディアムって言うんです、僕ら、向こうでは。ミディアムの方が、レベルも高いし、社会的な地位も実はあります。で本当は、一世君やらなきゃいけないのは、ニューヨークの形に持っていく役目があるんですよ。まあ僕も含めてね。スピリチュアルをちゃんと自立させていく。はい。例えばなんかこう、これを学んどくといいよみたいな西洋のスピリチュアルリズムな。西洋のスピリチュアルって基本的には、私たち日本人がちょっと小馬鹿にしてる占いあるじゃないですか。先生術とか、タロットとか。あれは日本でやってるものじゃなくて、ちゃんとしたものを学んでいくと、西洋のスピリチュアルにつながっていきます。そうなんですね。ケルト民族とかって聞いたことあります？大好きです、ケルト。ケルトからタロット始めてます。ああ、もうルーンってあります。ルーンも全部ケルトです。あれケルトですもんね。ケルト人たちがものすごく研究したんですよ。生命の木ってあるじゃないですか。はい、あります。生命の木の考え方の中って、あれが実はタロットのケルト十字っていうののやり方なんです。そうなんですか？そうなんです。本当のタロットって得られたら驚愕しますよ。なぜかというと、タロットはあなたの後ろについている霊団が、あなたに対してメッセージを伝えるための道具なんです。面白いですね。だから、僕の考えを言っちゃダメなんですよ。タロットって見た絵柄を見て、あなたこうだよね、ああだよねっていう風に撮った人が喋るじゃないですか。ではないです。基本的には、あなたに一生懸命メッセージを送ってきてることに対して、あなたがきれいにキャッチできないから、絵柄を通して教えるんですよ。今、タロットある？ちょっと持ってきて。ちょっとやってみる？はい、ぜひ。まずね、こういうふうにいろんな絵柄があるんですよ。あります。絵柄可愛いでしょ？綺麗ですね。綺麗ですよね。見やすいですね。ちょっと怖い絵もあったりしたり。はい。いろんな絵が。何も考えずに実はやってほしいんですけど、まず、トランプみたいに切ってもらっていいですか？はい、わかりました。ここっていうところで止めていただいて。はい。もう何かお願いするとかしなくても、あなたのその霊団があなたに言いたいことを聞かせてくれるんで。はい。で、広げますね。はい。これね、色が変わってるところとかもあるじゃないですか。薄くなったりとか、濃くなったりとか。そういうのはあんまり気にせずに、自分が直感でこのカード気になるなってところ、指をさしてもらっていいですか？はい。なるほど。これね、今、あなたの霊団があなたに実は引かせたんですよ。で、僕にどのカードを引いたっていうのはもう見せてます。で、何を引いたかというと、ボーナイトっていうのを引いてるんですよ。出発っていう意味があります。ここにあげてください。いいですか？はい。そうです。これ何かというと、行動範囲が広まる。転職とか転属とか計画は順調に進んでいくとか、新しい目標とかっていう意味があって、具体的にはものすごい勢いで物事が進んでいく。前に進む。
新しいことがスタートする。まあ、移転するとか、さっき事務所の話とかもしてましたけども、はいそういうのも含めて、はい全部新しい方向に向かって進んでいますよってことです。これが、はい逆さまに引いて逆にしてた時には、はい。暴力的になっているとか、あイライラするとかっていう意味になります。あ。はい。だから、はいやはり行動範囲が広まるとか、スピードが上がるってことは、うんエネルギーが上がる分だけ、うん。良い方向に行くと、すごくいい形で進むけども、はい。ひっくり返ると、マイナス方向に行っちゃうじゃないですか。だからまあ、気をつけろっていう意味もありますよね。はい。エネルギーが増してる分だけ、ちょっと暴力的になる時があるから、気をつけてくださいと。考え方がってことですよ。はい。じゃあもう一枚のお願いします。はい。なるほど。で、これね、はい続きになるんですよ。すごい。出たす前から分かってらっしゃるんですよね。えすごいですね。これね、はい。すごいのは、はい。そりゃそうだよな。うん。男性なんだけど、はい。女性的ななんかエネルギーがとても強い人で、はい。まあ女性の神様もついてるんですよ。えで、あなたの今後の考え方としてね、はい。金閣クイーンっていうのがあるんですよ。はいよ。く投げてください。学院。これですね。はい金閣クイーンね。はい。これは何かというと、研究や学問に打ち込むとかね、はい安定した状態をしていくとかうんっていう意味なんですけども、はいまあ、男性なんだけど中性的なうん部分のエネルギーが今後増していくので、はい。逆にそういう柔らかさみたいなものを活かして、うん世の中育むじゃないけど、言葉やその表現を優しくするじゃないけど、はい。そういう風にしていくといいよって出てます。はい。でなおかつ、はい。ボランティア活動とかね、そういうのも出てるし、はい。まあ、いわゆる気高い精神と高度な知性を持って、いろんな人を導いている。だから気高さが大事なんですよね。要するに、はい何のためにそれを伝えるかっていうことは、やっぱり気高さじゃないですか。そうですね。そこに対して今度は正しい知性はい。を持ちつつ、はい。あなたが今後出てくる女性的な女性性うん。も活かしてくださいっていうはい意味ですねわ。かりましじゃあもう一枚行きましょう、最後。はい。怖いね、これね。怖いですね。怖いっていうか、すごいね。もう考えちゃダメだ。こちらですで、これ過去のカードです。はい。で、過去は、はい。自分でご存知だったかわかんないですけども、こんな感じなんですよ。囚われ感。あ、目隠しして歩いてる剣の山。はい。あげてください。そうですね。まあまあ、がんじがらめになるとかね。はい。はい。試練を迎えるとか、危機を迎えるとかね。はい。大変だったんではないかなというふうに思います。大変はい。でした。で、今現在が出発になり、はい。未来が明るいということですよね。はここまでどうでしょうか？感無量でございます。っていうか、でも、ハルさんがすごすぎてびっくりしてます。あのね、すごすぎてというか、もうすごい。アドバイス。のカードを、はい。じゃあ俺はどうすればいいんだっていうのを引いてみたい？そうですね。じゃあ1枚お願いします。これで。そうです。これもね、自分で開けていいです。はい。なんだと思いますか？自分で開けてください。いけます。あ、逆だ。うん、逆じゃなくて、こっち持ってくる逆にするんですよ。いいですか？はい。はい。これは何かっていうと、はい。スターです。星。スター。はい。今後あなたは理想的な仕事や職場。ね。はい見通しも明るくなる。はい。で、アイデアがひらめく。はい。希望通りに進んでいく。そして、すごく意外な話していいですか？はい。お願いします。タロットカードのスターは、占い師のことを意味します。占い師。はい。占い系のはい仕事をするしない別にして、はい。この勉強した方がいいと思ってます。タロットですね。はい。タロットも含めて。含めて。はい。そうすると、はいそれが逆にあなたが今、謎に思っているヨーロッパのはい。歴史やはいケルト民族含めた、うんいわゆるそういうところも全部理解していく。で、あなたの今まで勉強してきたそのスピリチュアルが整理整頓されている。はいっていうきっかけになるよっていうことを言ってます。わかりました。はい。だからこれはもちろん、まあ僕ら基本的にいつも言うのは、はいついている霊のアドバイスなんですよ。はい。でも決めるのは一世さんです。はい。すべて。はい。だから、これを元に聞いた上で、そうか、っていうふうに動いてもいいし、はい。まあそうかもしれないけど、うん今はこうするのが先だからこっちがいいよな、でもいいんですよ。うんただ、はいあなたについてる霊団って結構はっきりしていて、はい。あなたとは打ち合わせが済んでる霊なんですね。
うんこの話も全部全て。はい。だから、忘れるなよっていう感じで、多分、リマインドですね。リマインドしようと思います。はい。わかりました。どうでしょう、タロット。面白いです。素敵ですね。なんか、もともと興味あったんですけど、ん。これをきっかけにちゃんとやってみたいと思います。全然ね、あなたの場合は人から学ぶ必要はないので、自分で、はい自分で、買ってきて、はい自分なりにはい読み解いて、うん今みたいに、まあ最初から自分でこれ見えたりしませんけど、ええ、これどうかなっていうふうに、今日の気分みたいな感じで弾くだけでも、はい僕は相当勉強できると思います。わかりました。まあ、舞台が2本続きまして、見る方が見れば、客席のほとんどがいっぱい見てたよとか、レイコンと共作をしたような、その後にやった保護犬の方のスタックという舞台、その子を抱っこして現れるシーンがあるんですけど、そこを抱っこした瞬間に、舞台ブワ舞台だね。でドワーっ